あなたは差別をしたことがないと言い切れますか？遡ること105年前の1916年5月15日、アメリカテキサス州の都市ウェイコ、アメリカ史上最も恐ろしい事件が起こりました。きっかけは17歳の少年が強姦殺人の罪に問われ刑罰が下されたこと。しかし恐ろしかったのはその少年の犯行だけではないんです。裁判が終わったその瞬間、事件は起こりました。裁判の傍聴者たちが少年を引っ張り出し暴行を加え始めたんです。首に鎖がかけられた少年は抵抗すらできず、ナイフで鼻や耳まで削られます。地獄のようなリンチは収まるどころか激しさを増していきました。少年は数時間の及ぶ暴行で見るに耐えない状況に。しかしその犯行を止める人はいませんでした。それどころか多くの人間が楽しみながら見物していたんです。その人数なんと1万5000人。少年が苦しむ姿を1万5000人が楽しんだリンチ殺人事件。異常とも呼べるこの状況を止める者はいなかったのか。子供までもがリンチを見物するこの時代の闇とは。おざす。最近冷えて末端冷え性を発動しないぐらい体温高いよけんちゃんです。やみやみこです。私はほっかほか。本日皆様にご紹介するのはアメリカで起こった恐ろしい事件なんです。17歳の男がリンチされて殺された事件なんです。裁判してたのになんでいきなりリンチとかの騒ぎになっちゃうわけよ。いや、おっしゃる通り。残酷すぎるねこの事件なんですけど、僕はねこの事件ね現代社会でも十分起こり得るんじゃないかというねものだと思うんですよ。日本だとねあんまり起こんないのかもしれないんですけど、人種とかさもう差別とかねもういろんな要素がねあるようなね事件で考えさせられる事件だなと思います。アメリカ史上最も恐ろしい事件とは一体どんなものだったのか。それは言葉では表現しきることができないとても残忍なものだったんです。生き地獄。遡ること105年前の1916年5月8日、アメリカテキサス州の都市ウェイコ。この地で一人の女性が殺害されました。殺害されたのはルーシー・フライヤー。ウェイコで綿花農場を営むジョージ・フライヤーの妻です。ルーシーの遺体は服が乱れ何者かによって頭蓋骨を潰されていたんです。何者かに強姦されそのまま鈍器で撲殺されました。捜査の結果、この事件の犯人として一人の少年の名が浮上。少年の名はジェシー・ワシントン。フライヤー家で働いていた17歳の青年です。ジェシーは事件発生当日の5月8日に容疑者として逮捕され、わずか1週間後の5月15日、ウェイコの裁判所で公判が開かれました。裁判所には陪審員の入場に困難をきたすほどの群衆が押し寄せ、傍聴席はすぐに満員になりました。どんだけ興味があるのよ。こんな光景最近だと全然見ないでしょ。意外に裁判傍聴するの趣味みたいなね、いるわね。人もねいるっちゃいるんで、今回ですね、ジェシーの判決を聞きたいがためにねもう裁判所の外までも列がブワーってできてるっていうね、現代でもよっぽど有名じゃないとあんまり起こんないんじゃないかなと思いますけど、事件がね、そしてねジェシーに判決が下された瞬間、ありえないことが起こってしまうんです。裁判官はジェシーに死刑判決を下します。するとその瞬間、誰かが叫びました。ジェシーを捕まえろ。この叫び声が響くや否や、傍聴者たちは雪崩のようにジェシーの元へ。死刑判決を受けたジェシーの身柄を奪い、裁判所から引きずり出したんです。抵抗虚しく引きずり出されたジェシーは衣服を次々と剥ぎ取られ、首には鎖がかけられました。ジェシーが連れて行かれたのは市役所の前。傍聴者たちは身ぐるみ剥がされたジェシーをレンガやショベルで一斉に殴り始めるんです。彼らはジェシーを相手に集団リンチを始めたんです。いや、みんな狂ってるでしょこれ。どういうこと？今から裁かれる人リンチすんの？もうなんか死刑の判決出たからみたいな思考だったんでしょうね。怖いですよね。どうしたらそういうねことができるんだろうっていうねおぞましい内容だったんです。リンチは収まるどころかどんどんエスカレート。後半を見ていた傍聴者たちは非人道的な行為にまで至ります。その様子はとても言葉にはできないほど残酷なもの。群衆は寄ってたかってジェシーに暴行を加えるだけでなく、炎まで使い苦痛を与えたそうなんです。ここで詳細を言うのをはばかられるほどのリンチは2時間以上に及びました。そしてついにジェシーは息絶えてしまいます。この時彼の体は人間のものとは思えないほどむごい状態だったといいます。そして火が消えたのを確認した群衆たちが取った行動は目を疑うもの。なんと彼らはジェシーの焼き焦げた遺体の一部を拾い始めたんです。そしてジェシーの体の一部をお土産として持ち帰ったり売ったりしました。木から下ろされたジェシーの遺体は今度は馬につながれた状態で街中を引き回され、埋葬されるまで公の場所で展示されました。群衆の中にはこの集団リンチの様子をシャッターに収め、絵はがきにして大儲けした写真家もいたというんです。こんな残酷なことが街中で行われてなぜ誰も止めなかったのか。実は止めるどころか幼い子供を含む1万5000人以上の群衆が見物していたんです。まるで
祭りを楽しむかのように。いや、子供にこんなとこ見せちゃダメでしょ。誰にも見せちゃダメ。うん実はですね、この群衆の中には警察官もいたんですけど、うん警察官も一緒になってリンチを楽しんでたんですよ。惹かれてる。ほんとなんかアルゴメントに出てくる警察、ろくなやついないですね。しかも、ジェシーを殺害したことについてね、誰もね、責任を追及されなかったんです。わけがわかんない、本当に。警察が腐ってるとかそういうレベルじゃないわよ、今回は。今回はですね、うんその当時のね、アメリカの情勢とかね、いろんな事情が複雑に絡み合って起きた事件とも言えるんです。奴隷の時代。時は事件が起こる約50年前の1861年から1865年、アメリカでは南北戦争が続いていました。その原因の一つが奴隷制度。工業金融産業が発達していた北部は奴隷制度に反対していたんですが、農業に依存していた南部では労働力として奴隷を必要としていたんです。南北戦争の結果、奴隷制度は廃止となったんですが、当時のアメリカでは白人至上主義団体ができたり、白人が黒人を合法的に差別したりすることがまかり通っていました。19世紀末から20世紀初頭にかけ、アメリカでは数千件ものリンチ事件が発生。特に1890年から1920年の30年間は多くの黒人が犠牲になり、その数はおよそ3000人。1年に約100人ペースでリンチ殺人が起こっていたんです。なぜこんなにもリンチ殺人が起こっていたのか。当時のアメリカでは黒人をリンチすることが文化として容認されていたんです。民衆はリンチを受ける様子を楽しそうに眺めたり、リンチ見学ツアーに参加したりと、まるで娯楽のようにその様子を見ていたんです。さらに子供たちはリンチの様子を撮影して作られた絵はがきやカードを集め、友人と交換して遊んでいました。まるで現代の子供がトレーディングカードで遊ぶかのように。異様なまでにリンチが日常になり、差別が横行していた当時、そこには白人の自尊心が影響していたのではないかと言われています。どういうことなの？自尊心ってもっとなんかポジティブワードみたいなイメージあったけど。最近だと自己肯定感とかね、うんうんそういうプラスの意味で使われることもあるんですけど、要するにね、自分はすごいよとか、うん自分はこんないいとこあるよみたいなね、うんうんそういう感情だと思うんですよ、そこからどうしてリンチとか暴力とかにつながってくるわけ？謎ですよね、うんそこね。その自尊心と差別のつながりっていうところで、というわけで本日のメトラキーワード、自尊心について。自尊心とは自分のことを自分で誇らしく思う気持ち、つまり自分の評価なんです。この評価をするときに自分とは違うタイプの人をけなすことで、相対的に自分の方が上だと感じようとして人は差別を行うんです。今回の事件では白人たちは黒人にわざと苦しみを与えることで、白人である我々の方が優れていると感じようとしたと考えられます。特にこれらのリンチは白人至上主義が広まったアメリカ南部で起こりました。これは黒人は労働力である奴隷という人種差別が根底にあり、白人たちが彼らを人間扱いしないことで自尊心を高めていたんです。自分の価値とか人と比べちゃダメよ、本当に。もう私なんてもう唯一無二って思って生きてんだから。もうおっしゃる通人とりです。比べたら、おっしゃる通りでしょ。おっしゃる通りです。あんたも唯一無二よ。おっしゃる通りです。これらのリンチには黒人たちからね、いつか復讐されるかもしれないというね、不安を打ち消す意味もあったそうです。意味わかんない。最初から復讐されるようなことしなさんなよって話よ。このようなね、時代背景からジェシーはね、リンチの対象になってしまうんですが、ここからね、さらにひどい真実が次々と明らかになっていくんです。発覚した調査の不審点。ジェシーがルーシーを殺害したと言われている1916年5月8日、保安官は強姦殺人事件として調査を開始。そして容疑者としてジェシーの名前が出るや否や、保安官がジェシーの自宅を訪ねると、ジェシーが玄関先でオーバーオールについた血を落とそうとしていたんです。ジェシーは必死に保安官に言いました。自分の鼻血がついたから洗っていただけなんだ。しかし保安官はジェシーの言葉などを信じるはずがなく、彼と彼の家族を逮捕。ジェシーはルーシーの強姦殺害を否定するんですが、保安官による尋問が続き、ついにジェシーは自白。供述書にも自らサインをしました。この時ルーシー殺害が発覚してから24時間も経っていませんでした。かなりこれ強引じゃないのよ。そうなんですよ。ルーシーね、殺害事件に関してジェシーが関わってるとはね、言い切れないんですよ。実は強姦殺害の容疑で死刑を言い渡されていたせいでリンチを受けたジェシーだったんですが、その判決事件に疑惑があるんです。つまりジェシーは冤罪の可能性があったんです。ジェシー逮捕の決め手となった血のついたオーバーオール。しかし事件が起こった当時のアメリカには DNA 鑑定は存在しません。またジェシーは軽い知的障害を抱えていたこともあり、文字の読み書きはできませんでした。つまり供述書の内容を理解して署名しているとは考えられないんです。さらに保安官はジェシーだけではなく家族まで逮捕していたんですが、ジェシーの家族が拘束されたのは彼が自白するように仕向けるためと言われているんです。そして逮捕から3日後の1916年5月11日、ジェシーの起訴を決定する大陪審が開かれたんですが、そ
の時間わずか30分足らず。短いな。十分な証拠もなく強引な取り調べとわずか30分足らずの大陪審でジェシーを殺人罪で起訴することが決まってしまったんです。そして彼の公判は5月15日に開かれることになりました。ジェシーの弁護士として雇われたのはまだ若くて経験が浅い弁護士。準備期間として与えられたのは2日間だけ。さらにその未熟で頼りない弁護士は訴訟準備さえまともに行っていません。ジェシーにとってあまりにも不利な状況で始まった公判。ろくな審議もなくジェシーには死刑判決が下されたんです。公判開始から判決が下されるまでにかかった時間はわずか4分。裁判所はジェシーが質問に対してはいと答えたことを罪を認めたと判断したんですが、知的障害があるジェシーは裁判官からの質問の意味も分からずはいと返事をした可能性があるんです。しかも裁判で性的暴行を立証する証拠については一切言及されていなかったんです。そして彼は死刑判決を言い渡されました。公判開始から約1時間後、事件発生からたった1週間後でした。もうあんなひどい仕打ち受けて冤罪ってもうあまりにもひどいわよ。しかもですね、うんこの当時の状況として大陪審のうちの全ての陪審員がなんとね、白人なんですよ。黒人は一人もいないと。そしてね、その中でもジェシーのね、無罪をね、信じたとかね、有罪を疑ったみたいな人一人もいなかったそうなんです。じゃあろくに捜査も行われないまま一人で罪背負って、しかもあんなリンチまで受けて、ほんとあんまりよ。もうジェシーにね、起こったことっていうのは取り返しがつかないんですが、ここでね、一筋の光と言っていいのかわかんないんですけどね、ある人物が動き始めたんです。リンチ殺人の真実。リンチ殺人の翌日、ウェイコの日刊誌であるウェイコトリビューンヘラルドはジェシーの判決を不完全な判決であると批判。また今回の法外な暴行行為に関しては今後調査が行われないと決まったことについても報道しました。ウェイコはジェシーの殺人リンチを非公開の事件として隠そうとしたんです。クソ野郎だな。しかしリンチ事件は全米に報道され、ウェイコは非難の対象に。だろうな。その後全米黒人地位向上協会が動き、エリザベスという女性にこのリンチ殺人の調査を要請。エリザベスは婦人参政権運動家で、後にこのリンチ殺人をウェイコの恐怖という呼び方で広めた人物。エリザベスはすぐに現地で調査をスタートしました。聞き込みを進めていく中でエリザベスはルーシーを強姦殺害したと自白した人物がいることを知りました。その人物とはルーシーの夫ジョージ。また公判で性的暴行を立証していないのでジェシーが強姦を行ったとするには疑わしいという意見もあります。しかしこのリンチ殺人に関する詳細は非公開にされたため、真相は闇の中へと葬られ、ルーシーを殺害した真犯人は今でも不明となっているんですが、エリザベスは最終的に犯人はジェシーである可能性が高いと結論付けています。なんかすっきりしないわ。もやもやするわ。もともとね、捜査もね、適当だし、んもう容疑者もね、亡くなっちゃってるんでね、全部が最後まで適当ですよね。うんただですね、このね、リンチ事件がきっかけに少しずつ社会が変わっていったんです。この調査の後、全米黒人向上協会が主導となり、リンチ殺人の事実を公表するため動き出します。そして反リンチを支持するように多くの人に呼びかけました。このようなエリザベスや全米黒人向上協会の積極的活動もあり、1920年代以降リンチの件数は減少。ジェシーがリンチで殺害されてから100年を迎えた2016年、ウェイコ市長はジェシーの親族と黒人コミュニティに謝罪。しかし殺人リンチから100年以上が経つ現代でも白人黒人間の対立は依然として残っています。2020年には黒人の男性が白人の警察官に首を圧迫され死亡する事件が起こり、ブラック・ライブズ・マター運動が全米に広がりました。罪のない黒人が暴力や差別で犠牲になる事件も絶えません。そして人種差別は私たちが暮らす日本でも起こっているんです。差別を根絶することは難しいかもしれません。しかしそれを思うだけにとどまるのか、行動や言葉で示すのかは一人一人の選択にかかっているんです。差別を社会全体で仕方がないことと認めれば過去の過ちを繰り返すでしょう。過去から学び、互いの違いを認め、お互いを知ろうとすることが差別根絶への一歩と言えるのではないでしょうか。